Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars. Silk and 航空法における無人航空機の定義。航空法における無人航空機は、以下の条件を満たすものを指す。構造上人が乗れない、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船で座席の有無に関係なく人が乗れない。遠隔操作または自動操縦、紙飛行機など、制御できないものは無人航空機に該当しない。重量が 100g 以上、本体とバッテリーの合計重量を指し、取り外し可能な付属品は含まれない。100g 未満は模型航空機と分類される。また、無操縦者航空機は、操縦者が乗らずに飛行する航空機のことを指し、気球やロケットは航空機や無人航空機には該当しない。航空法における無人航空機の定義として、最も不適切なものを選びなさい。1、遠隔操作で飛行させることができる。2、機体本体とバッテリーに加えて、ローターガード等を装着した機体総重量 100g 以上の機体。3、構造上人が乗ることができない無人機。正解に。航空法における無人航空機の定義に該当するものとして最も適切なものを選びなさい。1、遠隔操作が可能で重量が 90g の飛行機。2、自動操縦が可能で重量が 120g の回転翼航空機。3、手動で飛ばす紙飛行機。正解に。航空法における無人航空機として認められる重量条件に最も適切なものを選びなさい。1、機体重量が 50g 以下であること。2、バッテリーを含む機体重量が 100g 以上であること。3、付属品を含めた総重量が 100g 以上であること。正解に。以下のうち、航空法における無人航空機に該当しないものを選びなさい。1、構造上人が乗れず、遠隔操作可能な滑空機、重量 150g。2、遠隔操作が可能な 100g 未満の飛行機。3、自動操縦可能な無人飛行機、重量 200g。正解に。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps. Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars. Silk and すべての無人航空機、重量 100g 未満を除く、は、国の登録を受けなければ原則として航空の用に供することができない。登録の有効期間は3年で、無人航空機には登録記号を表示し、リモート ID 機能を備える必要がある、一部例外あり。登録を受けられない無人航空機、リコール対象機体、製造者が安全性に懸念を持ち回収した機体や事故が多発しているもの。安全リスクがある機体、不要な突起物があり、地上の人に衝突する危険があるもの。制御が困難な機体、遠隔操作または自動操縦による飛行が著しく困難なもの。
登録手続き。無人航空機の登録申請はオンラインまたは書類提出で行い、手数料納付後に登録記号が発行されます。登録記号は以下の要件で表示しなければなりません。最大離陸重量 25kg 以上の機体、文字高さ 25mm 以上。最大離陸重量 25kg 未満の機体、文字高さ 3mm 以上。所有者や使用者の情報に変更があった場合は、登録事項の変更届出が必要。3年ごとに更新しなければ、登録の効力を失う。無人航空機に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選びなさい。1、登録の有効期間は3年である。2、すべての無人航空機、100g 未満も含む、は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空の用に供することができない。3、表面に不要な突起物がある機体は登録を受けられない。正解に。機体登録を受けることができない無人航空機で正しいものを選びなさい。1、航空法上の機体登録要件を満たした自作機による機体。2、遠隔操作、自動操縦ができない機体。3、25kg の農薬散布ドローン。正解に。無人航空機の登録に関して正しいものを選びなさい。1、重量が 100g 未満の無人航空機は国の登録を受けなければ飛行できない。2、無人航空機の登録は一度登録すれば期限なく有効である。3、無人航空機の登録記号を表示し、一部例外を除き、リモート ID 機能を備える必要がある。正解3。以下の無人航空機のうち、国の登録を受けることができるものを選びなさい。1、製造者が安全性に懸念があるとしてリコールしている機体。2、表面に突起物がなく、安全性が確認されている無人航空機。3、遠隔操作が困難で、安定した飛行制御ができない無人航空機。正解に。無人航空機の登録に関する条件として最も適切なものを選びなさい。1、登録は希望すれば誰でも可能であり、機体の安全性は考慮されない。2、国土交通大臣が登録不可と指定した機体は登録できない。3、登録後の有効期間は無制限であり、更新の必要はない。正解に。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps. Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars. Silk and velvet. 操縦者の法的責任について、事故、衝突や墜落等が発生した際、操縦者は以下の法的責任を負う可能性があります。刑事責任、死傷者が発生した場合、業務上過失致死傷等の刑事責任、懲役や罰金を問われることがあります。民事責任、被害者に対して民法に基づく損害賠償責任を負うことがあります。行政処分、航空法に違反したり、無人航空機の飛行中に飛行や重大な過失があった場合、
以下のような行政処分が課されることがあります。技能証明の取り消し、技能証明の効力停止、期間は1年以内、事故を起こした操縦者が負う法的責任について、不適切なものを選びなさい。1、衝突や墜落により死傷者が発生した場合、事故の内容により、業務上過失致死傷等の刑事責任、懲役、罰金等を負う場合がある。2、操縦者は、被害者に対して民法に基づく損害賠償責任を負う場合がある。3、航空法への違反や無人航空機を飛行させる際の飛行または重大な過失があった場合には、技能証明は半年間効力停止となる。正解3。無人航空機の衝突事故により死傷者が発生した場合に操縦者が負う可能性のある刑事責任として最も適切なものを選びなさい。1、業務上過失致死傷による責任。2、民法違反による損害賠償責任。3、技能証明の取り消し。正解1。無人航空機の事故で損害を被った被害者に対して操縦者が負う可能性のある責任として最も適切なものを選びなさい。1、技能証明の効力停止。2、損害賠償責任。3、業務上過失致死傷。正解2。無人航空機の飛行における重大な過失が確認された場合に課される可能性がある行政処分として最も適切なものを選びなさい。1、損害賠償責任。2、技能証明の取り消しまたは効力停止。3、懲役または罰金。正解2。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps. Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars. Silk and velvet. 無人航空機の操縦者の義務。無人航空機の操縦者は以下の運航ルールを遵守する必要があります。アルコールや薬物の影響で無人航空機を正常に操縦できない恐れがある場合は、飛行を行わない。アルコールとは飲料やアルコール含有食品を指し、薬物は麻薬や医薬品も含む。個人の体質や体調によって影響が異なり、微量でも操縦に影響を与える可能性があるため、アルコールが体内にある状態での飛行は行わないこと。無人航空機の操縦者の義務について、最も適切なものを選びなさい。1、風邪薬を服用後は、操縦をしないのが望ましい。2、アルコール入りのチョコレートを食べた後に操縦した。3、アルコール呼気検査で、呼気1リットル中のアルコールが 0.15mg 未満だったため操縦した。正解1。無人航空機の操縦者がアルコールを摂取した状態で飛行させることに関する規則として最も適切なものを選びなさい。1、アルコール濃度が低い場合は飛行が許可される。2、微量でも体内にアルコールを保有する場合、飛行してはならない。3、飛行前に飲酒しても、
薬物の影響がなければ飛行可能である。正解に。薬物の影響下での飛行禁止に該当する薬物として、次のうち最も適切なものを選びなさい。1、麻薬や覚醒剤などの規制薬物に限られる。2、医薬品も含まれる。3、市販の風邪薬は該当しない。正解に。アルコール摂取による無人航空機操縦への影響について、最も適切な記述を選びなさい。1、アルコール摂取後、一定時間が経過すれば飛行が許可される。2、個人の体質や体調によらず、摂取量によって許可される場合がある。3、アルコール濃度の程度にかかわらず、飛行を行うことはできない。正解3。